こんにちは。仕事に役立つ文房具のセレクトショップ10の仕事道具店です。今回は続けるコツ後編、習慣化などに役立った文房具と使い方を紹介します。前回に引き続き続けるコツについて紹介していきます。後編だけでも文房具紹介として楽しめる内容になっていますので、まだね前編をご覧になってない場合はこの動画を見た後にぜひチェックしてください。まずは週3日から毎日続けて習慣化したいことを助けてくれる文房具の紹介です。いくつか試して徐々にね自分に合う方法とか合う道具っていうのを見つけたので、私には合わなかったんだけど合う人いるかもということで複数紹介しますね。ちなみに私はリングフィットっていうフィットネスゲームと日記、インスタグラムの投稿などをこれで習慣化しました。まずは浸透院ハビットトラッカー緑から1078円です。皆さんはハビットトラッカーをご存知でしょうか？手帳好きの方だったらねもしかしたら知ってると思うんですけど、ハビットが習慣、トラッカーが追跡記録みたいなニュアンスですかね。だいたい1ヶ月のカレンダーのような見た目をしていて、習慣化したいことを実施できた日に色を塗ったりとかスタンプを押して習慣化自体をね楽しむものです。インスタグラムとかでハッシュタグハビットトラッカーって調べると結構いろいろなデザインアイディアを見ることができます。今使ってる手帳の空きページにささっと書いて作ることができるので気軽なアイディアですよね。今回紹介したスタンプはインクパッド不要でポンと一押しで簡単にハビットトラッカーを作ることができます。で、一押しポイントが油性インクなので蛍光ペンなどのね水性ペンでなぞっても擦れちゃうことはないです。私は何回かハビットトラッカーにチャレンジしたんですが、毎日手帳を開く習慣がなかったのと、ハビットトラッカー自体を続けることが楽しさよりめんどくささが勝ってしまったので続きませんでしたが、すでにね手帳の習慣がある方にはとてもおすすめです。2つ目はポップアップ付箋、ポストイット強粘着付箋、ポップアップディスペンサー1340円。ごちゃついたものを見ると捨てたい衝動に駆られるね性格なんですけど、これを活かして1週間分やるべきことを付箋に書き出して壁に貼っておいて、やったら剥がして捨てていく感じで、やらないともやもやするようにしたら続くかなと思って試してみました。結果としてはね、うっかりできなかった日の付箋の行方が決まらず、ルールとしてね曖昧なのが私の性格に合わなくてやめました。今であれば習慣化したいことが運動であればスクワット30回で剥がして捨てられるとか、日記であればその日のことを思い出して書き出すとかでうっかり忘れちゃった日の付箋を捨てれるっていうルールをね作れば続いたかと思うんですけど、この時はねもう次の方法を思いついたのでやめちゃいました。で、最終たどり着いたのは毎日トゥードゥーリストに書き出す方法。使っているのは第5のすぐろくと、今は2冊目でマルマンのニーモシネというメモ帳を使ってます。私のやる気が出る一番の方法がどうやらねトゥードゥーリストに書き出すことらしくて、で習慣化したいことは特に午前中にやるようにするとすごい続きやすいんだなと自分を理解しました。トゥードゥーリストに書くと頭の中にねやらなきゃっていう気持ちがこびれつく感じで、そう思いながら一日過ごすのだるいのでさっさと午前中にやっちゃおうっていう作用もありました。リングフィットというフィットネスゲームはもともとね午前中に私がシャワーを浴びる習慣があったので、そこにくっつけていたので特に苦労もなく習慣化することができました。日記は意外と朝書くのもいいなとこのトゥードゥーリストでね習慣化をしてみて通して感じました。日記を書く目的が寝る前の頭の中のとか心の中の整理の場合は夜がいいんだと思うんですけど、私はね万年筆の練習だったので全然朝でも問題なし。朝ごはんを食べた後にのんびりコーヒーを飲みながら日記を書く時間っていうのが楽しいです。頻度高く実施したいことの習慣化はこんな感じで工夫をしていました。次は週 2,3 日程度の習慣化におすすめのアイテムを紹介します。私は家の掃除を習慣化&夫と並行でね作業しやすいように活用しています。まずはこのタスクボード。こちらはね現在当店では取り扱いがないんですけども、 Amazon とかでねタスクボードと検索すると多分まだ手に入るんじゃないかなと思います。ここに週2回くらいやりたい家事とか掃除を記入して、今はねリビングの壁にかけてあります。実施タイミングは燃えるゴミの日が水曜と日曜日なのでその日にしています。完了したらスライドさせることで進捗が一目瞭然ですよね。
やらなきゃいけないことと進捗が分かれば、特にね、夫とお互い聞き合わなくても何をしたらいいか分かるので、2人で分担しやすいです。また、習慣まではいかないんですが、浄水器のカートリッジを変えないととか、風呂釜の掃除したいなとか、あとは布団をコインランドリーに持っていきたい、冬物をクリーニングに出すとかね、頻度が低いんですけど、こういう家事は看板方式っていうのを採用してます。大きめの紙に作業前、作業中、完了などと区切って、でやらなきゃいけないことを付箋に書いて貼っておきます。あとはタスクボード同様に作業前のものを手が空いた方が作業中完了にするという感じです。この紙はポストイットのイーゼルパッドっていうのを使っていて、これ自体がね、大きな付箋になっているので、何度も貼ったり剥がしたりできます。来客時にね、剥がしておけるのですごい安心です。次はやるまでのハードルを下げるのに便利な文房具の紹介です。私はね、なるべく準備片付けに時間と手間がかからないように気をつけています。なので必要なものは基本各作業別にポーチにまとめています。日記を書くためのポーチはスタンダードプロダクトっていうダイソーがねやってるブランドのポーチです。で、毎月作る営業カレンダー用のアイテムっていうのはクレイドのメッシュポーチに入れてます。英語サイズかな。で、このポーチたくさん入るし、内ポケットも便利で、他にもいろんなポーチを作って使ってます。ちなみに中身なんですが、各作業に例えばハサミが必要であれば、各作業ポーチごとにハサミを用意しています。あちこちからね、道具をかき集めたり戻すのが面倒なので、そこまで値段が高くないアイテムであれば、作業ポーチごとに必要なアイテムを買って入れるようにしています。他にも英語の勉強はペンケース付きノートカバーで筆記具と一緒にノートを持ち歩いています。毎日習慣化してね、やりたいなと思っているようなことをまず探し物で時間を消費しているっていう方とか、あとやる気満々で家を出たのに筆記具がなくてちょっと忘れ物で無駄足を踏んじゃったっていう方とか、このひとまとめで持ち歩く保管する方法っていうのはすごいね効果的なので、ぜひ試してみてください。次はどんな目標もですが、見えるところに貼るというコツです。この方法ってよく聞きますよね。でもやったことありますか？私は人生で何回かね、見えるところに貼るってやったんですけど、なんかそこまで効果ないなと思ってたんです。でも書き出す内容を変えた途端すごくうまくいき始めました。もちろん年間目標とか長期の目標は書いていて、それはそれで毎日意識できてていいんですけども、そうじゃなくて毎日これやらないとっていうなんかお尻に火がつく感じになるのはやっぱりなんか to do なんですね。私本当に多分 to do 書き出すっていうのが性に合っているんでしょうね。はい。SNS の発信とかは前月末に1ヶ月分ある程度決めといてマンスリーに書き出しています。使っているのはクノープワークスのプランナーパッドです。A4 サイズより一回り小さい B5 サイズで、壁に貼り出してもね全然圧迫感なく、でも読みやすいサイズ感、そしてシンプルなデザインなので壁に貼っておいてもなんとなくおしゃれな感じが気に入っています。ちなみに書いてあるからといって必ずしもこの内容をやっているというわけではもちろんありません。1ヶ月もね前に予定を立てちゃうと月末頃にはいろいろとね事情が変わることが多いので、状況に合わせてねいろいろと変更を加えながら使っています。1ヶ月で仕事部屋を快適にするとか、1ヶ月間自炊を頑張るとか、なんかお題は一貫してるけど毎日やることが変わる系の続けることと相性がいいんじゃないかなと思っています。これを1ヶ月続けられるとなんか自分にね自信が持てて心が満たされますよ。最後に気持ちの持ち方についていくつか話して終わろうかなと思います。何かを続けるときに心がけていることっていうのは、今思いつくのだと4つ。期限を決める、得意や楽しいに紐付ける、帳尻合えば OK、細分化するの4つです。期限を決めるについては細かくね、前編で話しているので、ちょっとここでは軽く説明程度でします。いつまで頑張ればいいのかとか、どのレベルになったら自分が満足するのかっていうのを走り出す前に一旦でいいから決めておくと、中だるみの時にね頑張り続けられる力になります。例えば痩せたいと思っているのであれば、最終的にねマイナス10キロを目指すとしても、その目標で続けられたことがないんであれば、まずは2週間続けるとか、1ヶ月で2キロとか期間をね短めにしたものっていうのを設定してあげると、
やる気がね死んだ時に、いやもう一頑張ろうみたいな感じで立ち直れます。次が得意や楽しいに紐づけるということです。理想はね、楽しいから続けているという状態になることなのかなと思っていて、いやいややるんじゃなくてね、楽しいからやってるよみたいなね。例えば英語を話せるようになりたいっていう、目的があったとして、でコストもねかかりにくいし、まずは参考書で勉強しようかなっていう、一般的にはもしかしたらなるのかもしれないんですけど、例えば私はね義務教育でもその後も参考書でね勉強して、結局ね喋れるようにはならなかった経験があるし、すごい楽しかったなっていう感情もないので、これからはその手段は選ばないようにしようかなと思ってて、海外旅行でお店の人に英語が通じて嬉しかったとか、日本にいる時に注文の仕方がわからない海外の方をサポートしてあげて楽しかったとか、なんかそういうね経験から、じゃあ外国人の講師の方と話せる英会話に勇気を出して行ってみようとか、海外の人と話せるアプリを使おうとかね、自分が楽しいと思えるような手段を選ぶようにしています。で次はね、帳尻合えば OK っていう、ポジティブな気持ち。続けていくにあたって最初の壁っていうのは、できなかった日をきっかけにね、やめちゃうことだと思います。でそれがもったいないので、1日1週間できなくても1年間のスパンで見たら、続いてたよねって言えれば OK かなと思ってます。サボってしまったらプラスアルファで自分が納得する罰をね課してもいいし、もう気分転換にね1週間やめてみてもいいし、とりあえず1年のスパンで見て続いてると言えればいいんだっていう気持ちで、やめなければ OK、 全体的に帳尻合えば OK っていう気持ちを大切にしてます。最後にタスクはなるべく細分化することをお勧めします。例えば週に1回デスクを掃除すると、何をやるかが曖昧でなんかちょっと腰が重くなるので、月曜日にディスプレイとデスクを含溜まっているゴミを捨てる、あとは本棚を背の順または使う順に並べ替えるとか、不足している備品を買い物リストに入れるとかっていう感じで細分化しておくと、1個あたりは5分もかからずに終わることだらけなので、ささっとねやれて長続きしやすくなりますよね。はい、こんな感じで続けることを言語化したりまとめてみたりしました。もしね、自分との約束、続けるっていう約束を守れず自己肯定感が下がっている方がいたら、何か参考にしてみてもらえると嬉しいです。前回の動画でまさに私のための動画でしたってコメントをいただけてすごく嬉しかったです。そういうような動画作り頑張っていこうと思ってます。またね。